とと猫とと猫ととの暮らし、猫の手借りて君と僕とで作り上げる世界で一つの暖かい場所、とと猫チャンネル。皆さんどうもこんにちは。とと猫チャンネルのタクトです。僕は2匹のラグドールと暮らすサラリーマンで、暮らしを整えるような発信をしています。今日は商品紹介っていうよりはAI の勉強をしていこうっていう企画コーナーになってます。で AI を駆使して猫との暮らしをもっともっと便利にしてみようと思ってます。最近ですねニュースを見ても AI って言われまくってて、正直ちょっとちゃんと勉強しないと時代に取り残されちゃうかもっていう正直焦りがめちゃくちゃあります。で今回挑戦するのはペットカメラと最新 AI を組み合わせたソフトウェア作りです。留守中にもですね、ココとミコ、可愛い姿撮れたら最高じゃないと思ってですね。ただ、そう思いながらも、ずっと動画回し続けちゃうと、データ量が膨大になっちゃって、それはそれで時間がなくて、見に行かなくなっちゃいそうだなというふうに思ってるので、可愛い瞬間だけを切り取るソフトっていうのがあれば便利だなと思ったものの、あんまりカメラにそういうものがなくて、なので自作してみたいなと思ってます。最新のペットカメラとクロードコードを使って作ってですね、うちの猫、ココとミコの可愛い瞬間だけを切り取るシステムですね、を作ってみたいと思ってます。もしかしたらうまくいけばですよ、AI ツールを使ってもっともっとですね、皆さんに可愛い瞬間をたくさん届けられる環境が用意できるかもしれないと思ってます。なので、そんなところで実際に作ってみて、なかなか難しい技術的な話はできるだけ触れずにいけたらなと思ってるんですけど、より皆さんにとってもAI がこんな感じで使えるんだと身近に感じていただけるような動画になればなと思ってますし、僕自身もですねこれをきっかけにAI の勉強が進めばいいなと思ってます。それでは、作っていきたいと思います。どうぞ。はい、ではまず今回使用していく機器の紹介です。普段使っているこちらですね、パソコンと、あとはペットカメラになります。で、実はですね、今回ペットカメラ新調してます。世の中には、それこそ僕ずっと使ってます 3COINS さんとかで買える数千円台の安いペットカメラたくさんありますよね。で、実際ですね、今まではこれでも本当に十分に使用できていて、スマホで様子を確認する、元気にしてるかなっていう様子を見るだけだったら十分に使えました。ただ、今回僕がやろうとしてることっていうのが、AI に猫の可愛い瞬間を判定させるシステムを作る上でですね、どうしてもこの TP リンクさんが作っているタポ C260 がいいなと思う、ちょっとマニアックな理由が2つありまして、1つ目が圧倒的に画質がいいこと。AI にこの映像は可愛いかどうかってことを判定させようと思ったら、正確に情報を読み取らせる必要があるんですけど、それこそ画質が荒いと AI はですね、特に猫ちゃんとかってふわふわなので、毛玉なのか猫なのか、例えばクッションなのか猫なのか判定できなくなっちゃいます。タポ C260 は 4K 画質ということがあったので、すごく最適だなというふうに思いました。で、AI の目としてですね、機能してくれるんじゃないかなと期待しています。そして2つ目の理由。これがめっちゃ肝心なんですけど、タポの C260 っていうのは RTSP ですね、リアルタイムストーミングプロトコルに対応しているっていう点で、これちょっと一気に技術的な話になっちゃうので、本当に割愛したいなと思ってるんですけど、簡単に言うとですね、メーカーの専用アプリとか SD カードに縛られずに、カメラの映像を直接自分のパソコンでですね、AI システムにリアルタイムに流し込める企画のことを指してます。で、安いカメラだと SD カードいちいち抜いて差し込んで読み取ったりみたいな面倒な手作業が発生しちゃうんですけど、毎日の AI 自動化、やっぱりSD カード経由だと絶対無理だと思います。ただ RTSP 対応のタポだったらネットワーク経由で映像データを PC 側に常時垂れ流しっていう状態を作ることができるので、それを AI に監視処理させることでソフトウェア機能させることができるんじゃないかなと思ってます。つまりですね、このタポ C260 は、単なるペットカメラではなくて、AI の自動化システムを構築するための、それこそ最強の最安センサーなんじゃないかなと思ってます。はい。前置きが長くなりましたが、このカメラの映像を直接 AI に取り込んで、でですね、我が家の最高に可愛い猫たちの瞬間を抽出させていきたいなと思ってます。では実際にここからは AI を使ってソフトウェア、デザインとかも含めて作っていけたらなと思ってます。
はい、こちらがですね、クロードコードの画面になります。で、僕はですね、無料プランを使っているので、皆さんも同じ状況ですぐに始められる状況で一緒にスタートしていければなと思ってます。で、こういう、いわゆるチャット AI ですね、チャット GPT とか、いろいろあると思うんですけど、何が違うのっていうところ、簡単にご説明すると、今までですね、チャット GPT で、ソースコードを作るとなると、画面をコードに表示はしてくれるんですけど、ただ自分のパソコンにコピーして動かすのは僕たち人間でした。で、エラーが出たらまた AI に貼り付けて直してと聞く必要がありました。ただ、このクロードコードは一味違って、アドバイザーではなく、代わりに実作業をやってくれる、パソコンの中のアシスタントみたいな立ち位置で動いてくれるっていうところがすごく特徴かなと思います。アンソロピック社という最先端の AI 企業が開発したエンジニア向けの最先端ツールになってます。これが僕たち一般の飼い主にとってもですね、最強の自動化ツールになると信じてます。はい、じゃあ最初にチャットでタポ C260 とノートパソコンを組み合わせて猫の見守り、可愛い写真を収集するソフトウェアを自作してみたいと言ってみました。するとですね、いいアイデアですねと反応してくれて、どんな機能を優先したいですかと聞いてくれてるのと、あとプログラミング経験も合わせて聞いてくれてます。なんかこっちのレベル感も把握した上で会話を進めようとしてくれてるところがめちゃくちゃ人間らしさを感じますよね。で、今回は、機能全部モリモリがいいなということで、モリモリにさせてもらうのと、あとは、念のため、視聴者さんにも分かりやすいように、初心者向けに、作りたかったってこともあるので、初心者ですというふうにお伝えをして進めさせていただいてます。そうするとですね、こんな感じでシステム構成を作っていきますよということと、あとは必要なハードですね。それはさっきご紹介した機器になるんですけど、タポとノートパソコンが必要になりますってことを改めて言ってくれています。はい。で、こちらはですね、今回のシステムの構成をフローチャートで示してもらいました。タポ C260 から取り込んだ映像をパソコンに移します。動体検知した時にはですね、それを全て写真として保存していくんですけど、その動体検知が行われた時に猫の顔があった時には猫顔検出ということで AI の可愛さ判定に移ります。で、そこでですね、クロード API という形でクロードに接続して AI 分析をした上で、可愛さが敷地を超えたタイミング、ここは定義付けをしたんですけど微調整可能です。可愛さが5点、10点満点中5点を超えた時には神ショットと断定して神ショットとして保存していきます。そして神ショット保存した時にはLINE API を使って LINE に通知してスマホでこんな画像が撮れたよってことをお知らせするような構成で考えています。はい。そしてこの全体像をですね、ブラウザでも表示できるように、モニタリング画面も作ってもらうように指示を出しています。はい。そんなこんなで、やりたいことをいろいろやり取りをしているとですね、もうこんな形で Python で実行できるプログラムがもう完成しました。しかもクロードコード内でもう実行済みなので、エラーが出ないことも確認できた状態で、アウトプットが出ています。で、こちらがセットアップガイドですね。こんな形で、項目を埋めていくと簡単に使うことできますよってことで、読めばわかるっていう状態まで来ているかなと思います。はい、もうここまですごすぎて感動してます。で、デザインについてもですね、初期バージョンがこんな感じ。もうすでにいいものではあったんですけど、もうちょっと今っぽいものにしたいなと思って、グレーベースにさせてもらったのと、あとはフォントも、ちょっと可愛いものに調整をしてたりします。で、もう一つ、最後に、現在のバージョンなんですけど、iPhone の見慣れた iOS っぽいデザインを意識して変えてもらいましたっていう形ですね。はい。なのでこれを実際に見ていただきたいと思いますが、デザイン自体はこんな感じです。ココミコウォッチっていう形のタイトルにしてあって、でライブ映像、ここがタポから取り込まれた映像が入ってくるような形になっています。はい、この部分ですね。で、あとは、紙ショットが何枚なのかっていうことと、総撮影数が何枚なのかっていうことを、どんどん溜め込んでくれるような機能をつけてます。はい。で、なおかつですね、ずっとですね、24時間映像を取り込み続ける形になるので、活動ログみたいな形で、ここにデータが溜まっていくようになっています。そして紙ショットはここからでもアクセスができるように、紙ショットだけを抽出して、タップすれば、見れるようにしています。はい。そんな感じですかね。で、あとは、ここら辺は、敷地の値が今何なのかとか、実際に直近のスコアどうだったのかとか、判定間隔が何秒なのか、みたいなところ、はい、が表示されるような形になっています。で、実際にカメラをつないでみると、こんな感じです。はい。Python プログラム実行されました。
早速猫顔検出器を読み込んでカメラ接続完了、そして動体検知スコアみたいなものが表示されてます。で、猫の顔を検出できないときは AI スキップっていう形でちゃんと処理がなされてますね。はい。こんな感じで実際の映像を取り込み始めました。今、こっちカメラ目線で見てくれてるのはココちゃんになります。はい。早速紙ショットが登録されたので、はい。こんな形で、今ですね、撮影が進んでます。3枚撮影して、うち1枚が紙ショット。あ、また紙ショットになりましたね。4枚中、2枚が紙ショットって形で、これも、はい、紙扱いされています。こんな形で、画角の中に猫ちゃんが収まってるかどうかってことを判定した上で、可愛ければ紙ショットとして残してくれるっていう形で、はい、もう、すでにエラーなく実行することができています。すごいですよね。紙ショット、床でリラックスして横たわっている猫って、ここまで AI わかるのすごくないですか、本当に。はい。で、ですね、実際にこれを一日中動かしてみて、どんな紙ショットがたまるのかっていうのも一緒に見ていけたらなと思ってます。はい。ではですね、24時間経過したので、たまった撮影数を見ていきますが、11,552枚の撮影が行われていて、そのうちですね、意外と少なかったですが、525枚紙ショットとして認定されています。ではですね、この紙ショット、どんなものがあったのかっていうのを見ていきたいと思います。1枚目、こちらは、カメラ目線のココちゃんになります。めちゃくちゃ画質良くないですか？続いてが2枚目。こちらは、朝5時ですね。部屋の電気消してても赤外線でバッチリ撮れてます。目がめっちゃ光ってますよね。普段自分では見ることができないココちゃんです。そして3枚目がこちら。こちらは朝10時ですね。まだ部屋の電気は暗いですが、もう外は明るくなってます。で、眠そうなミコちゃんと、ソファーの下でくつろぐココちゃんになります。そして最後がこちら。こっちに向かって歩いてくるミコちゃんになります。口元めっちゃ可愛いですよね。で、実は後ろにですね、ココちゃんが控えてます。はい。こんな形で自分たちが見ることができない姿をたくさん撮影することができました。あくまでお見せしたのはもう抜粋になります。皆さん、ここまでご視聴いただきありがとうございました。いかがだったでしょうか？今回は AI の勉強も兼ねて、ペットカメラ×AI で可愛い瞬間をたくさん残すソフト作りというものに挑戦しました。AI とか、RTSP とかですね、少し難しい話も出てきましたが、結論、テクノロジーの本当の価値は、僕たちが早送りで探すような、動画を大量に見漁って可愛い瞬間を切り取るような作業から解放されて、目の前にいるこの子たちを直接めでる時間がたくさん増えることだと思います。忙しくてお留守番中の可愛い瞬間を見逃している飼い主の皆さん、タポの C260 と AI ですね、クロードの組み合わせ、最強の親バカアシストツールとして本当におすすめです。今回使った画質と連携が神レベルのカメラ、タポ C260 のリンクは一応ですね、動画の概要欄のところに貼っておきます。気になった方はですね、ぜひチェックしてご自宅の AI システムに組み込んでみてください。はい。この動画が少しでも面白いためになったと思った方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。また、AI でうちではこんなことやってるよみたいなアイデアがあればですね、ぜひコメント欄で教えてくださると嬉しいです。はい。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。ここから始まる満ちていく日々とここから始まる満ちていく日々と猫ここから始まる満ちていく日々未来が見つめる先には君がいるどんな君も愛しいからそばにいさせて鼓動が聞こえないように整える君との日々今日も世界は整う Thank you.